ビルの地下、一坪半の部屋。シュガはここに閉じこもって、一人でお酒を飲みながら曲を書き続けました。それまでお酒は飲めなかったのに。スケジュールがある時間以外は、この部屋からほとんど出てきませんでした。シュガは後に、この時のことをこう語っています。アルバムを準備する時間は、本当に地獄のようでした。2015年のことです。2026年、クアンファムンでのカムバックライブには、世界中のアーミーが集まりました。リリース初日に、Spotify で1億1000万ストリームを記録しました。では、BTS はどこから来たのか。このシリーズでは、2026年から時間を遡りながら、BTS が BTS になるまでの物語をたどっていきます。第1回は2015年、歌謡年歌の時代から始めます。2015年、韓国のアイドル業界には3つの巨大な壁がありました。SM、YG、JYP。この3つの大手芸能事務所です。人気アイドルグループのほぼすべてがこの3社のどれかから生まれていました。資金力、専門知識、メディアへのコネクション、成功に必要なものをこの3社が独占していました。BTS が所属していたビッグヒットエンターテインメントは、その3社のどれでもありませんでした。当時のビッグヒットは中小の芸能事務所でした。練習室と音楽スタジオが一つのビルの中に詰め込まれていました。プロデューサーの部屋は狭く、3人が入れば1人は床に座らなければならないほどでした。この状況をメンバーの V は当時こんな言葉で表現していました。僕たちより人気が上のチームもある、下のチームもある。けれど、僕たちのようなチームはありません。BTS には BTS だけの立ち位置があるんです。自分たちの場所を自分たちで定義するしかなかった。それが2015年の BTS でした。韓国では音楽番組が週1回放送されます。チャンネルごとに番組があるため、月曜以外は毎日どこかで音楽ランキング番組が放送されている計算になります。この番組で1位を取ることが韓国のアイドルにとって生死を分けるボーダーラインです。一定の期間トップに立てないアイドルの多くは番組から姿を消していきます。大手ではない事務所が1位になれないアイドルにいつまでも制作費をつぎ込み続けることは難しいからです。2015年の BTS はテレビの音楽ランキング番組で一度も1位を取れていませんでした。1位に手が届きそうなところまでは来ていました。しかし、届かなかった。J-HOPE はその頃のことをこう振り返っています。仕事を大事にするし、夢もあったし、結果も欲しかったから、うまくいくのかなと思う不安が少し大きかったんです。しかし、シュガはこう決めていました。これがうまくいかなかったら、僕はもう、これ以上音楽を続けられない。地下の部屋でお酒を飲みながら書いていたのは、このアルバムのための曲でした。それが、歌謡年歌パート1です。チョングビルディングのワンフロア。端から端まで10メートルにも満たない場所で、全員が緊迫した様子で行ったり来たりしていました。シュガが書いてきたメロディーをみんながすぐに聞き、これいいね、と言うと、反対側の端の部屋からパン・シヒョク代表がやってきて、P ドック、どうだ、いいだろ、と言っていた。宿舎も事務所のすぐそばにありました。だから、呼ばれたらすぐに行って制作をしていた。作った曲がいいと思えば、すぐに隣の部屋の人を呼んで聞かせ、良くない反応があれば、誰かがすぐに手を加えるか、新しく作り直しました。曲を生み出すすべての過程が、ほとんどリアルタイムで行われていたのです。RM は、その頃の感情をこう語っています。何か、
世の中に向かって腹を立てた気分だったんです。こういう表現以外にどう説明したらいいかわからないんですが、簡単に飛び散って、集めて、また砕けて、こういう気持ちが何度も繰り返されるような。アイドルグループのタイトル曲には、当時一つの常識がありました。ダンスシーンがある。メンバーたちのパフォーマンスが映像に入る。これが当然のことでした。しかし、歌謡年歌パート1のタイトル曲 I Need You にはその常識がありませんでした。ミュージックビデオにダンスシーンがなかったのです。代わりにそこにあったのは、暴力に落ちぶれたり、薬の過剰摂取をしたり、自殺を思わせるシーンでした。若者の絶望をアイドルのミュージックビデオとして出した。当時の韓国のアイドル業界では前例のないことでした。なぜパン・シヒョクはこの判断をしたのか。それはこのアルバム自体がメンバーたちの最も個人的な感情をさらけ出したものだったからです。体系的なシステムではなく、全員が物理的にも精神的にも寄り添って生んだ結果だったからです。シュガはイントロコロンザ・モスト・ビューティフル・モーメント・イン・ライフの歌詞を数十回書き直して完成させました。自分が好きなスポーツであるバスケットボールを通して、現実の前に追い詰められていた自分自身のことを歌っていました。今日に限ってゴールのリングが遠くに見える。コートの上にため息がたまる。現実を怖がる少年。人気が出始めたこの頃、同時に始まったことがもう一つあります。大規模なサイバーブリングです。リリースしたアルバムが数時間で否定される。活動に対して完成以上のバッシングを受ける。あらゆるフェイクニュースと個人攻撃が溢れ返っていた時期でした。BTS はこれに直接対応することができませんでした。言及すること自体が問題をより広く拡散させることになるからです。できる選択はただ活動を続けることだけ。RM はこの頃のことをこんな言葉で振り返っています。2015年は僕にとって試練の年でした。曲を書くときも、ミュージックビデオを撮るときも、なんだよとか、うわ、というような気持ちもありました。それでも彼らは続けました。地下一坪半の部屋。地獄のようでした。と言った男が音楽をやめようとしながら書いた曲。ダンスシーンのないミュージックビデオ。バッシングを受けながらも続けた日々。これが歌謡年歌の始まりでした。次回はその後に何が起きたかをお伝えします。1位を初めて取った夜、メンバーたちに何が起きたのか。そしてアーミーとの関係がどう変わったのか。ジミンが語った夜の話を次回します。